こんにちは。世界一面白いアクション RPG を作ることを人生のメインクエストに掲げています。はいたかです。今ですね、4月21日の、お昼過ぎにちょっと撮影してるんですけど、この動画はですね、今日の夜10時、22時ですね、にアップロードされる予定となっております。で、その22時の2時間後ですね、4月22日の午前0時、22日になった瞬間に、ついに、今まで制作進めてきました、この Rise of Rebellion、千葉のバラバラ竜のフルが、発売スタート、リリースという形になります。いや、今までね、この2年間、開発的にはめちゃくちゃ駆け足で正直作ってきたんですけど、見てくれてる人たちからしたらね、すごい長い時間だったというか、待ちに待ったリリースっていう形になるかなと思うんですけど、あと2時間くらいですね。もうしばらくだけお待ちください。で、今日はですね、もうリリース直前ということで、ちょっとなんか喋れることないかなということで、ちょっと情報を見ていこうと思うんですけど、ここですね、最新注目欄の近日中リリースっていうタブがあるんですけど、これね、ナイトレインとかね、めっちゃプレイしたいなっていう感じなんですけど。っていうか、俺実はまだモンハンもプレイできてなくて、ちょっとね、リリース周りの忙しさがね、一段落したらちょっとゲームをね、じっくりプレイする時間作りたいななんて思ってるんですが、そんなことよりこっちですね、人気の近日中リリースっていうことで、このランキングなのかなこれわかんないけど、一応3番目にね、載せてくれてますね。Rise of Rebellion が。これよく見るとね、発売日順に並んでるんで、なんか純粋なランキングっていうわけでもないのかもしれないですけど、一応4月22日、リリース予定のゲームたちの中では一番トップにね、載せてもらってるという形になります。先週ね、イベントに出展したんですよね。インディーライブエキスポっていう、見てくれた方もいるかなと思うんですが、そこで発売日の公開とかね、したりして、そっからまた海外とかでね、ちょっと話題になったりしたみたいで、ここ最近ね、めちゃくちゃウィッシュリストの数がまた伸びてたんですよね。2週間前に、確か動画でね、ウィッシュリストが今4万1000件程度ありますよっていう話してたと思うんですけど、ここからまた伸びてですね、今朝時点でウィッシュリスト数が5万3000件になっているということで、プラス1万2000件ね、最後の週に伸びるっていう、もうプロモーション的にはね、完璧なラストスパート成功したなっていう感じで、非常にそこに関してはね、いいなと思ってるんですけど、あとはあれですね、なのでゲームの実際にね、この後2時間後に皆さんがプレイ開始して、そこでの評判がどうなるかっていうところによって、伸び方がね、変わってくると思うので、できることはね、全部詰め込んだんで、あとはね、みんなのプレイとかを見ながら、配信とかもね、全然やってもらって OK なんで、収益化とかもね、全部してもらって OK なんで、ぜひね、配信で楽しくプレイしてもらったらなと思うんですけど、そういうのもね、視聴するのがめちゃくちゃ楽しいんで、これほんと開発者特権なんですよね。自分の作ったゲームをみんながプレイしてくれるのをね、酒飲みながら見るっていうのがクソほど楽しいんで、ちょっとね、その辺楽しみにしつつ、このウィッシュリスト5万3000件がね、どういう販売本数につながるか。やっぱ目標としてはね、2週間前も言ったんですけど、ウィッシュリストと同じ本数ぐらいはやっぱ売りたいよなということで、なので5万3000件、約5万件ですね、は少なくとも達成したいなと思ってるんですが、でもかなり難しい数字だとは思うんで、ちょっとね、もうあとは運を天に任せながら、祈りながらね、動向をチェックしていきたいと思います。で、もう一件ですね、ちょっと喋りたい内容がありまして、こちらですね、店プレイ選手権っていうのを実は開催しておりまして、これ先日リリースさせてもらった体験版の方ですね、あれの中で、店プレイを行って撮影して Twitter に投稿すると、その中でね、一番うまい3名様。これはね、もう完全にハイタガの独断と偏見で選ばせてもらったんですけど、3名様に Steam ウォレット10万円分プレゼントっていうことで、正直めちゃくちゃ美味しいイベントっすよね。俺が視聴者だったら絶対参加してたなっていうぐらい美味しいイベントだと思うんですけど、こちらの方もね、選考の方を終了しておりまして、ちょっとせっかくなんでね、皆さんに紹介していきたいと思います。まず1人目ですね、月亭シンさんっていうものかな、この方からちょっとね動画見ていこうと思うんですけども、これね、まずもう開幕の位置取りがプロの犯行なんですよね。これジャスパ取って壁際にね押し込めるっていう、こっから AP 全部使ってとりあえずいけるとこまで削って AP がなくなったんで離れてますね。
三かわし好きでかわしながらコンボ行って、ここでオールがヒートアップ入るんですけど、スタミナが切れてるんでね、スタミナ切れ中だけつながるルートで左上連撃決めて、地走りで始末起動と。でこれ最後の一撃もね、超テクくて、この三かわし好きっていうね、片手剣の技なんですけど、後ろにスティック倒しながら突撃のボタンで打てるんですけど、一回ね、体を後ろに引くんですよね。ストロークでいうところのルークのサプレッサーとか、それから DJ のジョスクールみたいな、一回後ろに引いてからもう一回前に出るっていう技で、しかもこの後ろに引いた時にキャンセルできるんですよね、他の行動で。でこの方のうまいのは、後ろで引いて始末を避けながら最後居合切りでね、決めるっていう。これめっちゃね、おしゃれで好きだったんですよね。なのでちょっと一発目にね、選ばせてもらいました。で、続いてお二方目なんですけど、トムさんですね。トム01ゲーミングさん。この方はね、早掛けっていうアーツと、あと空中コンボかな。空連山っていう片手剣をね、空中で2回切ることができる技があるんですけど、その辺をうまく使ってた印象ですね。序盤は結構普通の立ち回りで、スタミナ切らしてから、次かな、粉塵剣で上げて空連山、地走り、早掛けで追いかけて、で地罰爆破までいくと。ここからね、AP フルで使っていって、ここで AP1 回復するんだけど、それもまたすぐ使って、ほぼ壁みたいな感じでね、持っていって、完璧っすね。AP 管理とかもめちゃくちゃ、なんていうか、このゲームね、AP を使ってない状態で通常攻撃を当てるっていうのがちょっともったいないんですよね。なので、この方みたいにね、積極的に AP 消費して回しまくるっていうのが非常にうまいなと思ったんで、選ばせていただきました。この方の一番見どころとしては、やっぱここかな。粉塵剣空連山、地走り早掛け。で、即起爆っていうね、ところがすげえかっこいいなと思いました。で次、3人目なんですけど、ラクライトさんですね。この方も空中コンボ系をメインにしてたんですけど、空連山は多分ね、取得してないんですよね。結構体験版でゲットできるスキルポイントに限りがあったんで、三者三様のね、ビルドになってて面白いなっていう感じだったんですけど、スタミナ切れまで追い込んで粉塵剣から直接地走りなんですよね、この方は。で粉塵剣で起爆という感じですね。ここも好きですね。今の早掛け、後ろ方向への早掛けがね、結構個人的にモーションかなり好きで、かっこよく避けてくれてるなっていうことで、店プレイ、店の意識が高いなっていうことで選ばせていただきました。最後もね、しっかり納刀してくれてますね。この方の見せどころは、ここっすね。まず、粉塵剣を生かして、空中コンボにあえていかずに、地走りで拾ってるんですよね。なんか結構、僕はあんまこういうプレイしないんですけど、でも、見た目的にかっこいいなっていう、映えてるなって思ったんで、すごいポイント、高ポイントですね。で、早掛けで追っかけて、地罰の爆破も粉塵剣でやる感じと、あと最後、ここですね。敵のちぎりを後ろ方向の早掛けでかわすっていうね、のがちょっとおしゃれポイント高いかなっていう感じ。ということでね、お三方選ばせていただきました。講談社のね、公式の方から Steam の10万円プレゼントあると思うんで、楽しみにね、お待ちください。で、最後に総評ですね、読ませていただこうと思うんですが、今回の体験版では片手剣のみが使用できる状態でしたが、同じ武器であってもこんなにも多様な戦い方が見られたということが嬉しく、開発者冥利につきますと。で、技の一つ一つに意味があり、プレイングの一つ一つに意図があるという、千葉のコンセプトがしっかり誓ったイベントになったかなと思います。で、ここね、
微妙に新情報を解禁してるんですけど、製品版では片手剣の他にも両手剣、双剣、不装、両刃剣が使用可能になる予定です。ということで武器種は全5種類ですね。が製品版には入ってますと。全部の武器の全部の技に意味を込めました。ぜひプレイヤーの皆さんの意図を武器に込めてこの世界の冒険を楽しんでくださいということでね、以上が見せプレイ選手権でした。で1個注意点なんですけど、このお三方ともね、めちゃくちゃうまいんで、こういうプレイをちょっと最初からしようとするのはちょっと多分ね、難しいというか無理だと思うんで、あまり変にね、意識しすぎない方がいいかなとは思います。超絶うまいんで、この方たち。ちょっと前の動画でね、実はこのゲームって上手くなっていくとガン攻めゲーになっていくんだよみたいな話をしたことがあるんですけど、そこにもちょっとつながっていくんですよね。このゲームって結構ジャストパリーとかジャスト回避っていうシステムがめちゃめちゃ強くて、普通にプレイしてるとジャストパリー、ジャスト回避狙いの、ちょっと待ち気味というかね、ガン待ちっぽい戦い方に寄っていくことが多いかなと思うんですけど、それは全然それで正しくて、むしろそういうプレイをね、基本最初はね、推奨してるんですけど、その以前の動画ではね、いわゆる普通のプレイ、ジャストパリーとかジャスト回避狙いのプレイのさらに深みというか上に、そこからさらに上手くなろうとした場合とか、さらにやり込んでいった場合に、こういったね、このお三方みたいなガン攻めのプレイっていうのが、実は待ってるんですよね。っていう、その2層構造になってるっていうのが、このゲームの一番の特徴かなと思ってて、初めてね、ゲーム始めたてで、右も左もわからない状態から、ジャストパリとかジャスト回避っていうね、システムを理解してうまく使いこなせるようになるところまで。この時点でね、だいぶもうプレイがめちゃくちゃ変わってると思うんですけど、この上にさらにシステム基礎をちゃんとできるようになった人がさらに上を目指した場合にこういうガン攻めプレイっていうのが待ってますよと。ガン攻めプレイが成り立つための重要な点として、基本的にね、このゲームのボスってスーパーアーマーがついている敵が多いというかね、ほぼ全員ついてるんですけど、アーマーに対してね、こっちが攻撃を振っちゃった時とか、敵にそのアーマーでね、耐えられながら反撃されてしまうっていうシーンが結構あると思うんですけど、そういった時に実はこっちのパリとか回避が間に合うようなフレームで作ってるんですよね。その以前のね、動画でも紹介させてもらったんですが、通常攻撃、側撃ですね。攻撃前であったりとか、攻撃後であったりとか、攻撃判定が出ている期間中以外は、基本的にね、好きなタイミングでガードとか回避でモーションをキャンセルすることができるように作ってますので、その辺をね、理解してうまく活用できるようになると、どんどんガン攻めしていって、敵のアーマーに触っちゃった場合はすぐパリで防御に回るっていうことがね、可能になってますので、なので本当にね、その基礎的な部分が完璧にできるようになってから初めてそういったガン攻めプレイに持っていくことができる可能性が生まれるっていう感じの作りになってるので、ちょっとね、その前回の実はガン攻めゲーなんだよっていうことをね、結構長く解説した動画があるんですけど、あの動画の時に他のね、ゲーム紹介系のYouTuber さんがその僕の動画引用してくれてて、ハイタカがガン攻めゲーって言ってたぞみたいな。結構ね、その前後の文脈とかをカットしてどうしてもね、短く簡潔にね、伝える方がね、YouTube 的にはいいと思うんで、そういう伝え方をしてくれてるね、方が結構いらっしゃったんですけど、多分そこだけ切り取ると結構ね、ドツボにはまるというか、ガン攻めゲーだと思いながら、今からね、この2時間後にリリースされる製品版を、これはガン攻めゲーなんだって思いながらプレイしちゃうと、ちょっとね、めちゃくちゃ苦しいプレイになっちゃうと思うんで、あくまで最初はゲームに用意されたジャストパリとかジャスト回避っていうシステムをうまく使ってね、どっちかというと防御寄りな戦い方、生き残ることですね。死なないように立ち回るっていうことを意識して最初はね、プレイしてもらった方がいいのかなと思います。で、その先にね、しっかり2層構造として、2つ目のね、やり込みですよね。このシステムを一通り全部理解してから、その先のやり込みポイント、プレイヤースキルを上げていくっていうところの方が、僕はゲームの本当の面白さってそういうところに詰まってると思うんで、結構ね、その先のやり込みみたいなところを、このゲームにはね、たくさん詰め込んでるんで、もしね、そういったところにも興味ある方は、そっちの道もね、進んでいってもらえればと思います。もちろん、そのシステムだけをうまく使って生き残ること、防御することを最優先して立ち回るっていうやり方でもちゃんとね、クリアできるように作ってますので、ご自身の、ゲームのプレイスキルですね、に合わせて自由にね、楽しんでいってもらえればなというふうに思います。はい。ということで、リリース前最後の動画でした。ここから先はですね、今後していく、アップデート対応ですね。バグの修正だったりとか、バランス調整とか、やっていくことになると思いますので、次回の動画ではね、そういったところを中心に喋っていく感じになるかなと思います。あと、一旦ね、開発が一旦終わったので、次回の動画からはちょっと開発の時の裏話的な
なんかこぼれ話みたいなところもちょっとぶっちゃけ気味にね、共有していけたら面白そうだなと思うんで、そういったところも、お楽しみにしていただければと思います。じゃあ今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。